皆様こんばんは、みえちゃんです。風さん、つい一昨日だけロスからね一直線で来られてね、ラジオ FM802 に出演されてね、次の日はねもうサイン会っていうね、もう大変なスケジュールでしたけれどもね、今頃やっとねほっとされてるんでしょうかね。サイン会にね当選した方、本当におめでとうございます。子孫に伝わる家宝ができたかもしれませんね。私はね初めからあれは宝くじだと思ってましたので、当たるのにね価値があるのではないと、いただく夢でもう十分だと思ってました。当たってね風さんと会った夢をいただくのだということでね、たくさんの素敵な夢をね見させてもらって、もうね本望ですよ。握手もしたしね、サインもね CD だけじゃなくてノートブックにもね T シャツの背中にもサインしていただきましたと。もうね嬉しくて嬉しくて、もういつお迎えが来てもね結構毛だらけ猫灰だらけでございまして、何もなんかねもう負け惜しみに聞こえるのはなぜでしょうかね。そしてね昨日のラジオね、前日のラジオね、昨日じゃない、その前日のラジオ、ロッキーズ803っていうのかな、もう3年半ぶりっていうことでね、司会の落研ことね、落合健太郎さんとね和気あいあいの英語混じりのね会話を楽しませていただきました。この方ねだいぶ風さんよりね年上の方でね、ズッツさんよりお若いのかしらね。英語もねかなりお上手でね、根っからの DJ さんでございましてね、今回風さんとのやり取りでね英語の部分もかなりありましたけれども、とってもね全部はねここでご紹介できませんのでね、ごめんなさいね。そしてねもうその翻訳なんかはねもうお早い方がね何人かもう動画にしてくださっているようですのでね、本当に助かりますよね。今日はねその番組で特に私が感銘を受けたところなどをねシェアしたいと思います。まずね英語でやり取りありましてね、おちけんさんがねスタジオに来てくれましたと。そしてすぐに英語でね Welcome と言いましたら、風さんがね I'm 藤井風 Good evening とね、藤井風ですこんばんはとね、藤井風ハウスとねおちけんさんが言いましてね Welcome Welcome とね、藤井風 in the house と言いましたね。 in the house っていうのはねやったとかね、登場みたいなねことですね。Welcome back to FM802 ね、FM ね802にお帰りなさいと。そしたら風さんがね I love 大阪 so much ね、大阪大好きですと。 Thank you for having me 呼んでくれてありがとうとね。Thank you for coming to my show 私のショーに来てくれてありがとうとおちけんさんが答えますね。そして How you doing bro と言いましたね。 How you doing はねHow are you doing の are をね抜いた形でねよく使います会話でね。でこの bro もねこの前話しましたけどね brother の略でね、大体ね男同士のフランクな会話で使いますね。女性に使ってはねちなみにダメですのでね、このブローっていうのはねもともと黒人の人たちがね使ってたみたいなんですけれどもね、今アメリカで結構ね使われてるんじゃないかな。でもね国によってはねブローじゃなくてねメイトとかねマンなんていうこともありますね。オーストラリアの人はねメイトをねマイトなんて言いますね。あと白人の人はねブローの代わりにマンをよく使いますね。Hey man, what's wrong? とかね。そしたらね、風さんが I'm a little nervous と言いましたね。ちょっと緊張してますと。そしたらおちけんさんが What's up? どうしたの？そしたらIt's been 3 years ですとね。もう3年ですよと。more than もうそれ以上ですと。more than 3 years と。You look so fine でも元気そうだよと。そしたら風さんがねI trust you 本当ってね。そして久々に藤井風くんですと。それでおちけんさんがねふざけて Are you really 藤井風とね、あなた本当に藤井風なの。そしたら風さんが No, what are you talking about? ってね、何言ってるのとね。そしてね
You are not Billie Eilish とね、あなたビリー・アイリッシュじゃないのと、そしたらすぐに風さんね、ビリー・アイリッシュの歌を歌ってましてね、それでその後2人でクックックですね、例のね、はい、藤井風くん来てくれております、本物ですともう本当に嬉しいね、from bottom of my heart ですよと。ボトムっていうのはトップボトムのねファッションなんかでいうね上下の意味ですね。下だからもう底っていう意味ですね。もう心の底からっていう意味ですね。これよく使いますからね、覚えておいてくださいもし英語好きな方ね、はい、言いました。 How you doing? 元気とまた聞きまして、元気ですね。だってさっき大阪来たんでしょと、そうなんです。I came here straight from Los Angeles ね、もうロスからね、もうストレートに来ましたと、LA からね飛行機乗ってわざわざこの FM802 に来てくれておりますよと。さっき関西空港ですか着きましたと、でしたらおちけんさんがね、だって今日ファッションが LA だもんねと久風さんがよう言いますわとね例のあれが出まして、なんかバスケットボールで着るようなねメッシュの、なんかそしてビリー・アイリッシュのキャップをかぶってたって言ってましたね。そしたら風さんがまだまだ夏ですと。はい、風さん本当夏が好きだよね。Love Like This もね夏に聴いてほしいとか言ってましたよね。そしてね意外とすんなり秋が来ちゃいましたねと、まだまだプレーマサマーですと言ってましたね。そしておちけんさんがねプレーマが素晴らしいと言ってねみんなを代表して僕お伝えしますけれども、最初聞いた時からねすごいと思ったけど聞けば聞くほどもうどんどん好きになりますと、そしたら風さんがね嬉しいと It means the world って言ってましたね。この It means the world っていうのはねとてももうかけがえのない、本当に大事にしているものっていう意味ですね。そしてね会話が続いていきますけれどもねまだツアーでしょうと、まだこれからもツアーだよねと、で風さんがねそうツアー途切れたりね間が空いたりして何が何だかって感じですけど、まあ一応まだツアーですと、ちょっと残ってますと。そしたらおちけんさんが8月どこでしたっけって聞かれてね、風さんシカゴでカナダトロントサンフランシスコロサンゼルスサンディエゴ、来月からまたメキシコって言ったんですね。そしたらおちけんさんがメキシコで突然なんかねオラーって言ったんですね。なんかベラン名調の巻き舌でね、もうこれにはもう笑っちゃったんですけど、なぜかっていうとねおちけんさんが言いたかったのはスペイン語のね挨拶でねオラっていうのがあるんですね。これねこんにちはっていう意味なんですけれども、そのオラのねラはね L の発音なんですよ。それをねおちけんさんね R で、しかも巻き舌でやったのでもうこれ絶対通じないって言った日本人はねどうしてもね L と R の発音がね苦手なんでそれしょうがないんですけど、どっちも同じように聞こえちゃうからね、だから逆に言えばねそれさえクリアすればスペイン語ってねとってもね日本人にね向いてるんですよ。はい、イタリア語なんかもそうですね、ローマ字読みにすればいいわけですよ。はい、そしてねそのベラン名調のスペイン語でねさらにおちけんさんはまた「オラー」なんてぶちかましてね、それから「コメスタス」って言ってましたね。コメスタスっていうのはね元気っていうやっぱりスペイン語ですね。そしてねスパニッシュスペイン語「just a poquito」って言ってましたね。just はね英語でちょっとっていう意味ですね。でpoquitoはねスペイン語でちょっぴりっていう意味です。だからちょっとちょっとって言ったのかな。そしたら風さんも真似してjust a poquito って言ってまして、なんかね不思議な世界になってましたけど、そしてねおちけんさんが海外にいてもねすぐ馴染めるタイプですかって聞いたらね、意外とそうですね、やっぱり風ということで馴染まさせていただいてますなんて言ってました。そしてね今回特にねプレーマが全曲英語だからねより多くの人たちに風くんの思いがね伝わってるんじゃないですかっていう質問にはね、そうですね Yeah
プレーマのねアルバムを発売してからねツアーを再開するんでね、今まではプレーマやりたいけどできなかったと、ちょっとだけねどうしようかって感じだったんですと、ちょっとフラストレーションになってたみたいですね。でこれからついにねどの曲もプレイできるのでどれをやろうかね、そんな感じですねと、もうなんかね嬉しさが溢れてましたね。だからねこれから残りのツアーで風さんねどんな選曲になるのか本当楽しみですよね。でおちけんさんがね風さんが話しながらコードをくねくねいじってるってバラしちゃったんですけど、風さんやめてくださいよってねマジでねなんか嫌がってましたけど、そしてねずっと喋ってたら風さんなんかゲップが出ちゃってねそしたらそれをおちけんさんはねしゃっくりって言ってくれたんですね。そしたらそれを風さんわざわざ自分でゲップしちゃったともうすっかりもう字が丸出しでしたけどね、さりげないねおちけんさんの優しさも感じました。そして移動中はねどこでも寝られると、これ聞いてねとっても安心しましたね。少しでもね休んだ方がいいもんね。そしてロスでのねフリータイムはスーパーに買い物に行ったりビーガンレストランにもねいろんなのあるかもね、そういうところへ行ったりしていると。そしてねラブをサーブオールを出してグレイスを出してパナスタの後の例のね魔の期間についてもねもうさらっとねおちけんさんと話してました。もう燃え尽き症候群どころかねもう黒焦げになってしまったと風さんうまいこと言ってましたね。We have very special guest from LA, straight from LA この方ですとねおちけんさんが言ってね、で風さんが、ちょっとその間コマーシャル入ったんでねまた新たに紹介してました。 This is 藤風、そしてHave you good time とね楽しんでると、Yeah, thanks to you と、あなたのおかげですよと風さんが返してましたね。We have great conversation about your music あなたのね音楽についてね私たち素晴らしい会話してますと、I just wanted to ask you, is there any musician you listen recently とねおちけんさんが最近ねあなたが聞いててね好きな音楽は何ですかと聞きました。そしたらすぐに風さんジャネット・ジャクソンとジャーマン・ルイスと言いましたね。I was inspired Janet Jackson and German Lewis ジャネット・ジャクソンとジャーマン・ルイスにはねとてもインスパイアされてますと。ジャネット・ジャクソンはねこのあれですねマイケル・ジャクソンの妹ですね。もう一人ねラトゥーヤ・ジャクソンっていう人もいますね。ジャネットのお姉さんですね。そしてこのジャーマン・ルイスっていうのはね日本であんまり知られてないかな。結構古い人たちに R&B のねこの人たちなんですけどもう結構なんか年かもね80年代頃から活躍してるのでねアメリカの音楽プロデューサーソングライターデュオなんですね、2人組なんですね。で結構日本にも来てますしねもうめっちゃすごいキャリアの人たちなんですよ。いろんなね有名人と仕事しててね、そしてジャネットのね曲もヒットさせてますねたくさん。もうバリバリのね私も大好きなもうノリノリのR&B の人たちなんですけれども、そしてねこの番組で何と言ってもね注目なのはね風さんがリスナーからのね質問に答えてるっていうところですよね。中でもね私が感動したのがねもつ鍋ちゃんっていうね14歳の子からの質問でね3歳からピアノを習ってけれどもね文化祭で今度合唱の伴奏をするんだけど風さん伴奏の時にねどんなことで気をつけてますかと、風さんの弾くピアノが大好きだとねいうことで、そしたら風さんがねやっぱりあれじゃないですか、できるだけ客観的になるってことかなと、できるだけみんなの声を聞いた上で自分がどう弾くかが考えられるようになったらいいよねと、優しく言ってましたね。そしたらおちけんさんがね自分のピアノも客観的に聞くんですかと、そしたらそれもそうですね、でもみんなの声を聞いてねあわよくば自分のピアノも客観的にね歌とピアノという一つの音楽として聞くと、なるほどなるほどと。そしたら、自分ってね
風さんが言うには自分ってなっちゃいがちだと思うけれども、そこをね広い視野を持ってちょっとね外側から聞くってことをね意識したら、どうなるかやってみてくださいと言ったんですね。これがね本当にね風さんですよね。はい、もうねこの14歳のね頃ねにね音楽を通じてもう自我を抑えて自分がじゃなくてねみんなと一つになってもう何かを作り上げるっていうことをねさらっとね教えたんですね風さんね。はい、私もね14歳といえばこの前ね確かプレーマーのリリース前の動画でね世にプレーマーが出るという動画でインドのね14歳の子とねコメント欄で長く会話をしたんですよ。もう毎日のように返事が来ててね、もう楽しかったですよ。でその時ね差別の問題について話したんですけど、感じやすい年頃ですよね。はい、そしてね伴奏といえばね私もピアノやる前ってもう下手なピアノですけどやる前は東京オラトリオっていうねコーラスの団員だったんですよ。それでバッハとかねバッハのオラトリオとかモーツァルトのレクイエムとかをねその時はねソプラノでしたけど今もう全然声出ませんけどね、その時にね伴奏のピアノが素晴らしかったんですよ。その伴奏してくださる先生のピアノがね、それであんな風に弾きたいと思ってね、そしてピアノをねもう随分遅まきながら始めたんですけれどもね、人間どこでねどんなご縁があるか分かりませんよ。もう全てね天のお導きですよね。そしてね今回風さんもその大いなる存在のことをねさりげなくねこの番組でも話してましたし、おちけんさんもねしっかり受け止めてくれてましたよね。そしてね自分の気持ちが乱れた時どうしているかね、受験勉強でいろいろ不安だというね高校3年生にはね自分というものはあるけれどもね浮き沈みもある、そういう時は寝ることですと、寝てね新しい朝が来たらまた新しい自分になると、もう毎日が生まれ変わり毎日が誕生日だとね、このプレモにも入ってますね。 Forever Young にも通じるこの言葉でしたね。私もねいつか特にないの解説のところでかなで言いましたけれどもね、もう明日のことは考えずにね今日は今日で終わると、ある意味死んでまた明日生まれ変わると、毎日ね何の不安もなくね眠ってね、そして次の朝生まれ変わったように起きるっていうのがね最高の幸せということだって言ったんですけれども、語らせてもらったんですがまさにそれですよね。明日ね何か来ると思わずに燃えよですよ。今日精一杯やってねあとは忘れる、明日は明日の風が吹くですね。風さんのねモーニングルーティンはっていうね質問にはね、これやらないとね気持ち悪いっていうのは何ですかっていう質問に対してはね、朝歯を磨いてから水を飲むと、まず清めると、それからね余裕もない時もあるけれども瞑想しますと、一日の初めにねまた大いなるものと一つになってっていう言葉が出てきました。自分を超えたところで生きられますようにと、この自分を超えたところで生きられますようにっていうのはもちろんね自我を自我に気づいて生きるっていうことですね。そういう大きなものと一つになろうっていう瞬間には、余裕があればそういうふうにしてますと。その後もねいろんな質問に答えてましたけれども全てねここで語れませんのでね残念ですけれども飛ばさせていただきます。そして風さんのね、そのモーニングルーティンの後にねこの大きなものと一つになって、自分の超えたところで生きられますように、そういう大きなものと一つになろうっていうねことですよね。このことをねこのチャンネルでもねいつも言ってきたことなんですけれどもね、全ての行いから自分がやっているっていうね感覚を外していくっていうのがねとってもね重要なことだと思うんですよ。それがねなんていうのかな、自己中心になってねそういう心で苦しむっていうことが次第になくなっていくんですね。
でそうするとね、生きること自体がねとっても楽になるしね、心の中身がね、今までいろんなわざわざしていたね、なんて言いますか、競争心とかね、嫉妬心とか憎しみとかがねだんだん減っていって、それがね愛に変わっていくっていうね体験になっていきます。風さんは日々それをやっているってことですね。その大きな存在に任せて委ねるということをね何度もおっしゃってます。私もね朝起きるとやっぱりね瞑想もねたまにはしますけれどもね、まずお祈りをするんですね。それはもうね自分がこうしてほしいとかあれが欲しいとかの願望ではなくてですね、ひたすら御心に任せますと、道をお示しくださいと、そして今苦しんでいる人がねこの大きな愛に気づきますようにというねお祈りをしています。いろんなバリエーションつけてますけれどね、自分なりにね。でそれはもうね10年以上欠かさずやってます。でこの番組でもね風さん最後にね自然体だけど風さん自然体だけど風君自然体でいるコツはっていう質問に対してね、人を好きになることです。人を愛せると自然体になれると、さっき言ったようにねお任せすることで自我が減っていってね楽になって愛が満ちてくると、それで人も愛せるようになるってことですね。最後にねおちけんさんがリスナーにメッセージをお願いしますと言ったことに対してね、風さんはね日々ね人生頑張ってみんな生きてますよねと、私もその一人っていう感じですと、毎日ね楽しい気分でね何度でも生まれ変われますから大丈夫ですよと、もうこの言葉がね全てを語ってますね。十分にねご紹介できなくてとても残念ですけれども、私もねいろいろ他にもやっている関係で申し訳ございませんが、今日はこの辺で終わらせていただきます。このチャンネルでは風さんの素晴らしい曲からね毎日を楽しく楽に生きるコツをシェアさせていただいております。時にはね耳を覆いたくなるようなど外れたギャグやレトロなヨタ話も入ってしまいますけれども、我慢できる方はぜひチャンネル登録と高評価ボタンをよろしくお願いいたします。それでは皆さん最後までありがとうございました。さようなら。